らっしゃい、どうも山ママです。今日はボブのヘアアレンジやっていこうと思います。いつもと撮ってるとこちゃうねんけど、なんか火がさ入ってきて明るく見えるかなと思ってここやったらでちょうど髪の毛を染めまして暗めになったよね。今だいぶね黒っぽく見えるんじゃないかなと思いますので、黒髪さんでもイメージしやすいかなと思います。なかなかね学校は染められへんかったりするやん。私も高校の時とかさ髪の毛染められへんかったから夏休みの間だけ染めちゃったりとかさ、なんかそういうので楽しんでました。どうしても黒髪から変えれないって方とかね、よかったら、イメージしてもらえたら嬉しいなと思います。それではやっていきましょう。まず今ナチュラルなね外羽にしております。そんだけ巻かずちょっとの外羽具合にするとスタイリッシュなクールな印象になるかなと思いますが、いかがでしょうか。でこっからもうちょっと外羽を強めていくとちょっとガーリーな印象になるのでやってみましょうか。ちなみに私はめちゃめちゃくせ毛で宿毛矯正を当ててます。宿毛矯正当ててたらさ巻いたりできひんのじゃないのって思ってる方もいるかもしれませんが、宿毛矯正当てた数日間とかはやっぱりあんまり巻かへん方が良かったりとか、巻いても取れてきやすかったりするんやけど、これね馴染んできたりするとね意外と巻いても取れてきたりはしないのでね、ガンガン私は巻いたりもしてます。そんなくせ毛さんに寄り添ってくれるヘアアイロンということでヘアビューロンを買いました。 7D いっちゃん高いやつを買いました。美容師さんもやっぱりヘアビューロンはダントツにいいって。宿毛矯正当ててもやっぱりアイロンを毎日するから結局アイロン焼けで髪の毛が傷んで宿毛矯正が手放せなくなってっていう結構私悪循環やったんやけど、その悩みがねこのヘアビューロンで解決できるってことやったから美容師さんにお願いしてヘアビューロンの方が直々にね来ていただいてやり方とか効果とかね説明とかもしてもらって、まだ使い始めて2日目とか3日目とかそんなんやねんけどどうだなとかマジでいい。なんかヘアビューロンの案件みたいになるからこの話はこの辺にしとこう。で巻き髪はこのサロニアのね 2way ヘアアイロンですね。これずっと使ってたやつやねんけどこの二刀流でやっていきます。外羽する時はストレートアイロンで外羽に巻いてたのでこっちでやっていきます。ちょっと巻き強めにね巻いてガーリーな雰囲気にしてみましょうか。で結構巻きを強くする時はこうねS 字を描くように顔周りがちょっと丸くなるようにいつも巻いてます。はい巻き強めてみました。どうガーリーな感じになったかな。こっちは変わらずねなんかスタイリッシュな外羽のままです。そんだけね巻いてない。若干の違いやけどその日のお洋服の雰囲気に合わせて巻き加減を変えてあげると結構印象変わるのでぜひとも。それではお次はちょっと巻き髪にしてみようかなと思います。前も「ゲットレディウィズミーかなの動画でもご紹介したんやけど、この顔の横のねここをこう外巻きにするだけでねかなり印象が変わるので簡単やけどガラッと雰囲気変えたい時におすすめの巻き方ですのでご覧くださいませ。さっきさ久しぶりにたこ焼き食べてんけどさマジでうまかった。なんなに美味しいんやろこんなもんって。私関西人やねんけどさ関西人ってさお好み焼きとお米を一緒に食べるみたいなよく言うやんか。私もね関西人やねんけどあれ信じられへんかったんよ大学生ぐらいまで。いやいや炭水化物に炭水化物やんって思っとってんけどやってみ飛ぶあれマジでうまいのよ。やっぱさお好み焼きソースのタレの濃さの感じがお米と合うから騙されたと思った。よかったやってみて。カロリー爆弾やけど。はいそんなことを喋ってる間にアイロンが温まりましたんで巻いていきます。まずこのね横のこめかみの上これぐらいの毛束でいいかな外巻きにします。こっちにやると内巻きもなこういうことよね。でそっと抜く。おーこっちもこんな感じね。でスッて巻き足りひんかも。もうちょい巻いていいかもな。結構ね毛先までもう取れちゃうのよこの髪の長さ。めっちゃ難しいよね。ちょっとこう緩めてうまいことね全部ね巻けるようにこの塩梅がめちゃめちゃ難しいよね。これでしっかり毛先まで巻いてあげるといい感じに毛先がね外に向きますので、前髪のなんかシースルーっぽくしたらでこの辺の毛とかももうちょっと強めに外羽とかにしてあげてもいいかもね。はいこんな感じで韓国風のヘアアレンジにヘア変わり外羽からの応用編みたいな。ちょっとこうで耳たぶがチラ見えしてる感じ。ピアスつけてんめちゃめちゃ可愛いでデートとかにいいかなとか思って今一人で妄想しちゃったわごめん。でちょっとスタイリング剤もつけようかなと思うんですけれども、私は本当にいつも変わらないこのねゆず湯のヘアオイルとプロダクトのヘアワックスですね。これね2000円ぐらいして高いねんけど私これさ1年前とかに買ってさまだ半分ぐらいやから案外も
持つかも。でも毎日めちゃめちゃの量使うって方とかはもうちょっとコスパいい方がいいかもしれへんねんけど、私さ引きこもりなので動画撮る時とかちょっと外出る時とかそういう時とかに使ってる頻度でまだ半分ぐらいやから、あんまり持ちいいんかなって感じ。こうやってワックス手に出してそこにオイルをトゥ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 ンと出しまして、まあスタイリング剤はね自分が使いやすいやつかなでいいかなと思います。やっぱオイルとかねワックスは使ってあげると幅感が出てこなれた雰囲気になるのでおすすめですね。今日はこの後まだねヘアアレンジするからケープとかはかけへんねんけど、いつもここにねプラスしてケープかけてます。蓋どっか行きました。私は割と癖が出てきたりとかすぐ広がったりするので、このねエクストラキープ使ってます。緑のやつじゃ耐えられへんわしの毛は。こうね毛先にしっかりつけてあげて、であんまりねてっぺん前髪らへんにオイルつけすぎるとお風呂入ってない人みたいな感じになっちゃうので、ほんまに余ったぐらいを毛先にちょい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 ってつけるぐらいでいいです。こんな感じでできました。これね前髪なくしてもねいいかもしれん。私はちょっとねデコがコンプレックスやし、デコのちょっとお肌がねごわつきが改善されてないので前髪ないともうやってられんみんやからちょっと隠してんねんけど、ね、これセンター分けとかでも可愛かったりするんじゃないかと思うんです。櫛で前髪溶かしてはいじゃあお次は髪の毛をくくったりする系のヘアアレンジやっていこうと思います。まず垢抜け感を出したい場合、垢抜け感を出すにはやっぱ全体的にちょっとトップの毛は巻いた方がいいらしい。最近私ね温度割と低めでやってるアイロン140度とか150度とかでやってます。全体的にトップの毛巻いていきます。ゆるっとゆるっとこのひと手間加えるのがねほんと大事らしいですね。私でもねめんどくさくてさついついやらんくなっちゃうやらんくなっちゃうと髪の毛がねペタンとして動きがなくなっちゃうんで、なんか空気感がなくなっちゃうっていうの。髪の毛の間にさ空気でも入っとんのかっていう人めっちゃおるやんか、ヘアアレンジ上手い人。ああいうのを出したい場合はやっぱ髪の毛のトップとかをねこうわざわざ巻いてあげるこのひと手間が大事みたいなので、私も今日はやっていこうと思いますが、やっぱりねこれを日常的にやるってなると本当に難しいなって思うんですよ。やっぱり時間とのただもうすごいことなってるけどね、こんなんもう気にしてたわけよ。とりあえず何よりも髪の毛のこのね動きを出すために巻くっていう。でここさすがにひどすぎわろた。押さえとくわ。こんな感じでな。OK、もうあらましこんな感じで巻いたのでいいでしょう。じゃあねちょっとゴムおしゃれなやつを選びまして、これはクティールかな、クティールで買ったやつだと思う。このこめかみの上らへんから毛をね取りまして、そしてゆるっと結びます。映ってる？大丈夫かな。ほんでこの辺をほぐしていきます。ちょっとずつねもう爪先でこう毛束を出していくかのようなちょっとずつちょっとずつって感じでねゆるゆるにしちゃいましょうね。この辺ねゆるっと出せてるかい？出せてると信じて前戻るで。ハーフアップお団子ですね。後ろがどうしても気になりすぎるから自撮りしてええかタイマーでな。なんやこの写真。そしたらちょっとねこの遅れ毛を巻いていきます。まず顔の横らへんのこの毛、これはね美容師さんに言って遅れ毛をいい感じの長さに切ってもらって作ってもらいました。こことかねなんかめっちゃ長かったんよね。だけど短めに切ってもらいました。でここの顔の横のねこの辺の毛とかスッ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 でちょっとねこの顔の横とかこのこめかみらへんの遅れ毛を巻いていきます。でこの辺は基本的にもう外羽 S 字の感じで巻いていく。こうねアイロンをうねうねさせる感じでねいつも遅れ毛は巻いてます。あとの毛はもう全部ね外羽にしちゃいます。この辺の毛とかもねもうちょい外羽巻きます。さっきねヘアオイルとか塗ったから今まとまり感出てるんやけど、まだ塗ってない方はねここでしっかりスタイリング剤塗ってあげてください。これも美容師さんに教えてもらった方法やねんけど、くせ毛さんにとっても朗報。雨の日とかさ遅れ毛巻いても取れてきちゃうみたいなことってめっちゃあるやんか。そういう時こういうちょっと固めのケープを指に吹きかけてあげて、でこれをこうしてね遅れ毛に塗ってあげると、そうするとね長持ちするんやって。普段この遅れ毛の巻きとか取れる方ねぜひとも一回やってみて。はい、というわけでゆるっとハーフお団子でございました。後ろこんな感じ、遅れ毛もねこんな感じです。でこのゆるっとハーフお団子と同じ要領で低めお団子ってネーミングで合ってんのか知らへんねんけど、まずちょっとこういうね目立たん系のゴムで低めの位置でね結びますと。でやっぱりボブとかやったら髪の毛が短いからこうピョンってね毛が飛び出してきたりすると思うのよ。なのでこの毛とかはねこういうピンで留めます。このピョンってなってんの出てんのもなんか足みたいなとこあるけどな。でゴム
を二重にしてあげたりとかも良きです。それでも出てくる毛はもうピンでぐさっと留める。3本ぐらいね刺してきます。毛の中に入れ込んでいく。でこういうゴムでさらに上から留めちゃいます。それでももう出とる毛は知らん。うまいこと隠すしかない。はい、こんな感じで、またこの辺とかもこう緩めて引っ張り出していきます。こんな感じ。もうね、多少出てても仕方ない。もうこれはご愛嬌ということで出しとこう。後ろ緩くなっておりますでしょうか。こんな感じ。はい、ちょっとケープ振ってね、まとめてあげて。やっぱね、こうゆるっと巻いてあげるのがね、めちゃめちゃ大事やと思う。巻かずにこれやるとね、うまいこと髪をこうくしゃっとしにくかったりするので、巻いてあげるのめちゃめちゃ大事。じゃあ取りまして、頑張ってお団子しちゃうか。高めのお団子しちゃうか。もうとにかくね、髪の毛短い時にするお団子はね、うまいこと髪の毛を上に持っていく。この中の毛とかはね、落ちてくるのがもう当たり前やと思うから、この辺はねピンで留めるのよ。トップ持ってきて好きなゴムで結んでお団子にしますと。でこういうピョンって出る毛は私はね、うまいことねこのゴムに挟んでる。飛び出した毛はもうやっぱうまいことね、もうピンでこうぶっ刺すしかないですね。根元に後ろの毛も落ちてこんようにピンをたくさんも留める。もういっぱいピンで留めていくしかない。こんな感じかな。でお団子する時とかも毛先を巻いてあげてる方がこの辺ねこう動きが出てて可愛いかなと思います。ゆるいおしゃれなボサッと感みたいな、そういうのが演出できるかなと思っておりますのでね、巻きましょう髪の毛ってことでね。はい、ゆるっとお団子できました。やっぱ遅れ毛の存在ってマジで大事やなって思うよな。遅れ毛ね2本、この顔の横の毛とこめかみらへんの毛、この遅れ毛2本が大事。大切にしていこう。遅れ毛ちょっと遅れ毛の束感がなくなってくると垢抜けよりも疲れてる人に見えちゃうので、しっかりとね固めてあげましょう。はい、こんな感じ。イエーイ。これでカチューシャとかしてあげても可愛いよねって。はい、というわけで本日はヘアアレンジご紹介いたしました。いかがでしょうか。私も最近ね髪の毛巻くっていう大切さに気づいたよね。しっかりと髪の毛結ぶ時でもねしっかり巻いてってあげようと思います。そして動きを出してなんかこなれ感を演出しようと思います。頑張ってこなれ垢抜け女子目指しましょう。今日は見ていただきありがとうございました。さっきお好み焼きの話したから次お好み焼きめっちゃ食べたくなってる。てかさ、もんじゃ食べてない。めちゃめちゃもんじゃが食べたくなってるよ。もんじゃってあれ何？お好み焼きを砕いたみたいなやつ？そう思ったらもんじゃってなんやってなってきたけど、もんじゃが食べたいです。どうでもいい話をしてしまいました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。